こんにちは、スイラボです。今回の動画はこちら。よいしょ、重い。クリアリティの K1MAX です。もうね、大きくてもう映りきらないぐらいになってます。こちらは6月にサンステラさんで予約受付開始してすぐに予約していた爆速 3D プリンターなんですけれども、ついに我が家にも届きました。特徴を挙げればキリがないんですが、Core XY 構造と 190g の軽量プリントヘッドによって高速に印刷ができます。3D ベンチが13分で印刷できるみたいです。最大速度が 600mm 毎秒、加速度は 20,000mm 毎秒毎秒ということで、これまでのオープンフレーム型の 3D プリンターとは一線を画しています。さらに自動レベリングや AI カメラ、ライダーの搭載とこれまでの 3D プリンターにはない特徴が満載です。とりあえず箱から出してみましょうか。これ一旦下ろさないと開けられないな。出せないぞ。いや、箱から出すだけで一苦労だ。さすがにでかいですね。そして重い。中にもいろいろ入ってるんで、まずはこれを取り出してしまいます。前面ドアの保護フィルムも剥がしておきます。側面にも保護フィルムが貼ってあったので、こちらは剥がしておきました。サイズは 435×462×526mm となっています。重さは 18kg あります。造形サイズは 300×300×300mm となっています。箱型なのでインパクトありますけれども、ビルドプレートが前後に動かない分、設置面積はこれまでのオープンフレーム型 3D プリンターとそこまで変わりません。隣にあるエンダー 3S1 Pro が 490×455×625mm なので、投影面積は K1MAX の方が小さかったりします。とはいえ存在感はやっぱり全然違いますね。付属品はまだ全部見てないんですが、よくついてるこういう工具とか USB メモリとかそういうのの他に、こんな感じの予備のホットエンド、それからこちらのハイパー PLA フィラメント 1kg がついています。一般的な 3D プリンターでは 200g ぐらいお試しフィラメントがついてたりしますけれども、正直フィラメントあんまり使わないんですよね。ただ今回付属しているハイパー PLA は高速造形向けのフィラメントとなっていて、しかも 1kg あるのでかなり使えます。これだけでも今 Amazon で買うと4000円くらいしますかね。それでは本体の方を見ていきますが、まず最初にプリントヘッドがスムーズに動くかを見ていきます。とりあえずは大丈夫ですかね。それから前面ドアとこちらの天面のパネルはガラス製になっています。サイドパネルはアクリル製みたいですね。中を見ていくとこんな感じになっていて、正面から見て右上のところにカメラがついています。そしてプリントヘッドの左側についているのがライダーですね。正面右側には大きなファンがついています。K1MAX はほぼ完成形の状態で届きますけれども、ごくわずかに組み立てる部分があります。その一つが前面ドアの取っ手の取り付け、それから足の部分へのダンピングパッドの取り付け、こちらは四隅の足に取り付けを行います。そしてこちらへのコントロールパッドの取り付け、ちょっとケーブルが短いので切らないように気をつけましょう。あとは中に黄色い矢印が3箇所あるんですけれども、そちらについている六角ネジを外していきます。
ちらは輸送中にベッドが動かないように固定しているネジですね。ついでにビルドプレートについている保護フィルムも剥がしておきます。ビルドプレートは表面に凹凸のない PEI みたいです。これまで同様磁石で貼り付いているタイプなんですけれども、奥の部分に切り欠きが2箇所ついているので位置合わせがしやすくなっています。エンダー 3S1 Pro なんかは切り欠きがないので、この剥がしたプレートをちゃんとした位置にくっつけるっていうのが難しいです。結構こういう風にずれることがあります。あと本体の方は前面の左下部分、こちらに USB のポートがあります。こちら G コードを入れた USB メモリーが挿せるようになっています。それから背面の方を見ていくと、背面には Ethernet のポート、それから電源ケーブルと電源スイッチ、あとはこちらの穴にパーツを取り付けてフィラメントホルダーとして使えるようになっています。フィラメントホルダーが後ろに来ると結構この分出っ張っちゃうので、後ろ結構開けておかないといけなくなっちゃいますね。で、あと本体が重いのであんまりそうそう動かすことができないので、個人的には横とかにドライボックスとかフィラメントドライヤーなんかを置いて使いたいですね。フィラメントはここから入っていくんですけれども、このパーツが取り外せるのかな。このパーツ外せば正面から見て右側面からフィラメントの供給ができるかもしれないですね。ただ結構この本体に入っていく部分が急な折れ曲がり方をしているように見えるので、ちょっとこの辺でフィラメントが引っかからないかが心配です。あと背面にはこちら、よいしょ、背面にファンがあるんですけれども、そちらにこの活性炭入りのフィルターがついています。これは多分 K1 にはついてなかったんですよね。それでは電源を入れてセットアップしていきます。電源オン。最初に出てきたのは言語選択画面。日本語を選んでみます。次へ。続いて黄色い矢印で示されたネジを外すとありますが、これは先ほど外したネジになります。確認。クリエイティブ 3D プリンターへようこその青い立方体にゴミが入らないようにして確認をクリックしてください。ちょっと日本語にすると文字が入りきってないですね。ビルドエリアに物がないか確認してくださいという意味だと思います。こちらも問題ないので確認をタッチします。続いてネットワークの設定です。 Wi-Fi を使う場合はこちらでネットワークに接続していきます。ここでは自宅の SSID を選んで設定していきます。こちらで Wi-Fi のパスワードを入力していきます。タッチパネルで入力できるんですが、ちょっとキーがちっちゃくて押しづらいです。入力したら次へをタッチ。タイムゾーンの設定はデフォルトでは UTC プラス8になってますが、日本の場合は UTC プラス9なのでこちらを選択して次へ。ここで画面に QR コードが表示されるんですけれども、こちらはスマートフォンのクリアリティクラウドアプリに K1MAX を登録するときに使うコードになります。クリアリティクラウドのスマホアプリからこちらの QR コードを読み込むと、クラウド経由で印刷などができるようになるはずです。以前購入したサームーン V1 Pro もクリアリティクラウド対応なので使ったことはあるんですが、正直あんまり使い勝手良くなかったですね。スマホから印刷中の様子をカメラで見られるのはいいんですけどね。ここでは次へをタッチします。ここまで来るとデバイスのセルフテストの画面になります。各種ヒーターやファンのテスト、そしてレベリングまで自動で行ってくれます。このレベリングまで自動っていうのがいいですよね。従来のように紙を挟んで調整しなくて良くなりました。さらにインプットシェーパーという共振測定も行ってくれるので、リンギングやゴースティングと呼ばれる造形物への影響も軽減されることが期待できます。このセルフテストは11分くらいかかるみたいです。それではテストを開始していきます。今共振測定をしてるみたいです。だんだん周波数を変えながらヘッドが小刻みに振動している感じがします。セルフテストまだ続いてるんですけれども、ここまで説明書読まずにやってきたんですが、今回もサンステラさんから購入すると、サンステラさんが作ってくれた日本語マニュアルが付属しています。結構共振測定って時間かかるんですね。
続いてレベリングが始まりました。はい、セルフチェックが終わりました。確認をタッチすると、新しいファームウェアが出てるみたいですね。一応ダウンロードしてみます。バージョンアップも無事に終わりました。それでは続いてフィラメントをロードしていきたいと思います。こちらのインフィードっていうやつがおそらくロードだと思います。ノズルが温まり始めたのでフィラメントを中に入れていきます。フィラメントをロードするときはエクストルーダーのレバーを右に倒してロックを解除しておきます。フィラメントが中まで入ったら再度ロックしておきます。無事にフィラメントが排出されました。自動的に止まるみたいですね。セットアップが終わったので早速ベンチを印刷してみたいと思います。印刷に使うのは本体に付属してきたハイパー PLA です。印刷の速さだけじゃなく印刷中の音や振動っていうのも気になるところですね。それではメニューから内蔵されている G コードを印刷していきます。こちらがハイパー PLA を使って印刷するベンチになります。こちらを見ると16分になってますね。一応印刷を開始したと同時にストップウォッチで時間を計ってみたいと思います。それでは印刷してみます。よーいスタート。なんかオートレベリングが始まりましたね。G コードに G29 が含まれてるんですかね。今レベリングが終わったみたいですね。レベリング後にノズル温度が上がっていってます。おお、印刷始まりました。あ、早いな。あ、早いな。おお。印刷中の音は思ってたほどはうるさくないですね。おお、すごい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 。あと結構机揺れますねこれ。クーリングファンが動き出すとやっぱ結構な音がしますね。めちゃくちゃ本体も揺れている。いやすごい速いな。印刷が終わりました。
印刷の最初にオートレベリングが走ったりしてたので、最終的には24分20秒ぐらいかかったんですけれども、最初のオートレベリングなどに7分ぐらいかかってて、印刷が始まった時から考えるとだいたい16分ちょっとぐらいっていう感じでしたね。確かに早いです。そしてこちらが印刷物ですが、16分で作ったとは思えないような仕上がりになってます。オーバーハングの部分とかも綺麗に出てますし、この上の煙突のところも崩れたりしてないです。これはすごいな。やっぱこれが16分でできるっていうのはすごいですね。ちなみにビルドプレートにもマニュアルにも印刷するときはビルドプレートに糊を塗るように書いてあるんですけれども、自分はあんまり糊塗るの好きじゃなくて、ビルドプレートが結構汚れちゃうんでね。今回は糊を使わずに印刷しましたけれども、全然問題なく印刷できましたね。印刷中結構な音がしてましたけれども、画面上でそれぞれのファンを動かすことができるので、どのファンがどれだけの音がしてるのかっていうのを見てみたいと思います。ちなみにコントロールできるのは画面にあるモデルファン、補助ファン、ケースファンの3つなんですけれども、今はどれも 0% ということで停止状態です。それでもファンの音がしてると思います。ここに出てる制御できる3つのファン以外で考えると、おそらく電源ユニットのところにファンがついてるんじゃないかなと思います。そちらは画面上からはコントロールできない感じですね。今鳴っているのが電源ファンの音です。他の 3D プリンターでもスタンバイ状態の時にしてるファンの音と同じぐらいの大きさの音かと思います。それではまずはモデルファンを 100% にしてみます。モデルファンはプリントヘッドについている小さいファンですね。これ 100% にすると結構な音がします。続いて補助ファン。これが結構音がすごいというか、筐体自体もこのファンを 100% で回すとビビるような感じになりますね。ファンの風切り音よりもそのビビり音の方が大きいかもしれません。最後にケースファン。こちらは背面にあるファンで、いわゆる風切り音のみですね。印刷後しばらくは電源ファンの音がしてるんですけれども、電源ユニットがしっかり冷めるとそちらのファンも自動的に止まるようです。基本的にその状態になれば無音ですね。ちなみに K1MAX にはライダーも搭載されてますけれども、デフォルトでは使用がオフになっているみたいです。メニューの中にある第一層検出っていうのをオンにするとライダーが動くようになるかと思います。またおそらく K1 からだと思いますけれども、純正のスライサーがクリアリティスライサーからクリアリティプリントに変わりました。そちらを経由して印刷する場合は流量構成に AI ライダーが使えるみたいです。こちらは今後の動画で試してみたいと思います。というわけでクリアリティ K1MAX の開封、セットアップとテスト印刷をしてみました。いやー、これはすごいですね。事前に動画で印刷中の動きなどは見ていたんですけれども、実際に目の前で印刷している様子を見ると、これまでの 3D プリンターとは全く違うスピードで動いているので、本当にこれで印刷できているのかと疑うほどでした。そして速いだけでなく綺麗ですね。今回は付属していた高速造形用のハイパー PLA とおそらく最適な設定でスライスされているモデルを使って印刷したので、これがベストパフォーマンスに近いものだと思います。自分で作ったモデルや他の素材で印刷した時にどうなるかは追って動画にしていきたいと思います。あとは印刷中の音ですけれども、1層目印刷してる時は結構静かだなと思ったんですけれども、モデルファンだったり補助ファンが動き出したらすごい音がしてましたね。特に補助ファンは単体で動かすと風切り音もするんですけれども、それ以上に本体のビビり音みたいのが発生して、そっちの方が気になる感じでした。あとは印刷中はヘッドがものすごく高速に動くので、設置している机ごとすごく揺れましたね。一応自分が使ってるこの机はよくオフィスなどで使われているようなスチールデスクで耐荷重が 100kg のものになります。それでもこれだけ揺れるので、頑丈な机だったり頑丈な棚に設置した方がいいですね。
いやー、何はともあれ、無事に印刷できてとりあえず一安心です。というのも K1MAX よりも先に販売されていたクリアリティ K1 の評価が結構悪かったんですよね。すぐにノズルが詰まってしまったり、ファーストレイヤーが綺麗に印刷できなかったり、フィラメントがホットエンドから溢れてしまったり、いろいろな不具合が報告されていました。さらに、ほぼ同時期に発売されたバンブーラボの 3D プリンターが非常に高品質だったこともあって、K1 は結構酷評されていたんですよね。製品価格が異なるので一概に比較はできないかと思いますが、事前に宣伝されていたような内容とかけ離れていては購入したユーザーはがっかりしてしまいますよね。クリアリティ側も不良があったことを認めたのか、その対策としてエクストルーダーとホットエンドのアップグレードを行っています。K1 の購入者向けにエクストルーダー、ホットエンド、ハイパー PLA フィラメント、それから AI カメラをセットで 2.99 ドルで販売するという破格のキャンペーンを行いました。今回届いた K1MAX はエクストルーダーとホットエンドがアップグレード版になっているので本来の性能が出せているのかと思います。ホットエンドについてはアップデート版はシリコンソックが茶色のものになっています。今回届いた K1MAX のソックは茶色になっています。また、エクストルーダーのレバーも以前は光沢があるものだったようですが、K1MAX ではマットな素材に変わっています。具体的に何がどう変わったのかわかりませんが、フィラメントをしっかり挟み込むことができるようになったんだと思います。ちなみにこちらが初期版のホットエンドです。K1 が発売された頃に交換用部品として購入していたんですけれども、初期版は不具合品なので使うことができません。そして K1MAX には予備のホットエンドが付属してきたんですが、それがこちらです。上が初期版のホットエンドで、下が今回の K1MAX に付属してきた交換用の予備用のホットエンドです。こう見ると初期版はノズルが真鍮製に対して、今回付属してきたのは同合金と先端だけ高加工ノズルになっているっていうことがわかるかと思います。またこちらのフィラメントが入ってくる部分も素材が変わっていることがわかります。初期版はステンレスですかね。に対して今回ついてきた予備のホットエンドは銅になってます。かなり熱伝導率は変わってくるんじゃないかと思います。また K1 の方はファームウェアも頻繁に更新されているようなので、ソフト的にもさらに品質が上がっていってくれるといいですね。3D プリンターメーカーはここのところハイペースでどんどん製品をリリースしていますが、品質が伴わなかったり古代広告にならないようにしてほしいです。アーリーアダプターはテストユーザーではありません。期待して買った人が失望しないような製品作りをしてほしいです。私は K1MAX をサンステラさんから購入しましたが、K1 で色々あったため、サンステラさんでは K1MAX を出荷前に全数検品したようです。その分他の代理店さんよりも届くのが遅くなったかもしれませんが、ユーザーのためにそこまでしてもらえたのは素直にありがたいです。費用も相当かかったでしょうしね。あと K1 と K1MAX はクリッパーベースのファームウェアになっていると思いますが、現状ではクリッパーのコンフィグファイルにアクセスできないのが残念ですね。クリッパーのコンフィグファイルを自分で編集できるようになれば、自分なりにカスタマイズして使うことができるようになります。この辺はユーザーに勝手に触ってほしくないというメーカーの気持ちもわかります。ユーザーがコンフィグファイルを編集したことでプリンターがまともに動かなくなったり故障した場合に誰が責任を取るのかという話になりますしね。クリアリティは今年の9月に K1 と K1MAX のオープンソースコードをリリースすると言っていますが、どの部分がオープンソースになるのかはまだはっきりしてないみたいですね。こちらは続報を待ちたいところです。といろいろ言いましたけれども、クリアリティ K1MAX に関しては K1 のフィードバックが反映されていて良かったです。これからしばらくは K1MAX の動画を出していきたいと思います。それでは今回の動画は以上になります。このチャンネルでは 3D プリンターや電子工作関連の動画をアップしています。チャンネル登録、グッドボタンいただけるとモチベーションにつながります。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。